皆様、こんにちは。ロック204チャンネルです。このチャンネルでは、小さなコンピューター、マイクロビットを使った様々なプログラミングについて、わかりやすくご紹介しています。今回は、マイクロビットで Python を始めるシリーズの最初のステップとして、Python エディターの使用方法について解説いたします。マイクロビットとプログラミング、特に Python に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。はじめに、本日の動画で学ぶことについてご紹介します。本日は、マイクロビットという小さなコンピューターでプログラミングをする方法を学びます。マイクロビットでプログラミングする方法はいくつかありますが、今回は Python というプログラミング言語を使用します。そして Python でマイクロビットを動かすための特別な場所、Python エディターの使い方を詳しく説明いたします。このエディターは、プログラミングに少し慣れてきた方におすすめです。マイクロビットと Python について簡単に説明いたします。マイクロビットは、光る LED やボタン、センサーなどがついた、教育用に作られた小さなコンピューターです。例えるなら、様々な機能がついた小さなロボットのようなものです。一方、Python は、世界中でたくさんの人が使用しているプログラミング言語です。シンプルでわかりやすいのが特徴です。このマイクロビットと Python を組み合わせることで、マイクロビットに皆様の考えた動きをさせることができるようになります。それでは、Python エディターを開いてみましょう。まずは、画面に表示されている URL、microbit.org/ja/code/ にアクセスしてください。このページには、マイクロビットのプログラミング方法がいくつか紹介されていますが、今回は、Python エディターをクリックします。他のメイクコードエディターはブロックを並べて使用する初心者向けですが、Python エディターは直接文字でコードを書く Python を使用したい方向けです。この画面が表示されましたら、Python エディターと書かれているボタンをクリックしてください。そうしますと、次のスライドでご紹介する Python エディターの画面が表示されるはずです。こちらが Python エディターの画面構成です。画面は大きく3つのエリアに分かれています。まず左側には、様々なボタンが並んだ、ツールバーがあります。ここは、プログラムを作成するのに役立つ情報や、作成したプログラムを管理するためのボタンが集まっている場所です。真ん中の広い場所は、プログラムエリアです。ここが、皆様が Python のコードを書くメインの場所です。そして右側は、シミュレーターエリアです。ここでは、マイクロビットが手元になくても、作成したプログラムがどのように動くかをお試しできます。シミュレーターの下には、プログラムのメッセージやエラーが表示される場所もあります。左側のツールバーのボタンを一つずつ見ていきましょう。最初は、リファレンスボタンです。ここは、Python でマイクロビットを動かすための命令の使い方や説明が書いてある、いわば、命令の辞書のような場所です。例えば、マイクロビットの画面に文字を出したいと思ったときに、どのような命令を使えばよいのか、ここで調べることができます。調べたい命令の横にある矢印をクリックすると、右の図のように、使い方やコードの例が表示されますので、大変参考になります。リファレンスで見つけたプログラムの例は、プログラムエリアにドラッグ&ドロップして使用することができます。このスライドの例のように、リファレンスからコードをマウスで掴んで、プログラムエリアまでドラッグします。ドラッグしている間コードをどこに貼り付けられるか黄色い線で表示されます。貼り付けたい場所でマウスボタンを離すと、そこにコードが貼り付けられます。これにより、手入力の手間を省き、効率的にコードを追加できますので便利です。次に、アイデアボタンです。ここは、すぐに試せるプログラムのレシピ集のような場所です。どのようなプログラムが作れるか迷ったときに、ここを見ると様々なヒントが見つかります。最初にサンプルの写真とタイトルが表示され、面白そうだと感じた写真をクリックすると、右の図のようにそのプログラムのコードが表示されます。サンプルコードの下にある、開くボタンを押せば、そのプログラムがプログラムエリアに読み込まれますので、すぐに実行したり、自分なりにアレンジしたりできます。3つ目のボタンは、API です。ここは、マイクロビットで使える、
少しレベルアップした機能に関する命令のリストが見られる場所です。例えば、ログの横の矢印をクリックすると、右の図のように、ログを取るための命令とその説明が表示されます。今は難しくても大丈夫です。このようなことができるのだと知っておくだけでも面白いでしょう。もっといろいろな機能を使ってみたいと思ったときに、ここを覗いてみると良い情報が見つかるかもしれません。続いて、プロジェクトボタンです。ここは、皆様が作成したプログラムを整理したり管理したりする場所です。今作成しているプログラムに名前を付けたり、名前を変更したりできます。作成したプログラムをパソコンに保存しておいたり、以前保存したプログラムをエディターで開いたりすることもできます。新しいプログラムをゼロから作成したいときは、プロジェクトをリセットボタンを押せば、プログラムエリアがきれいになります。プログラムを保存すると、パソコンにファイルとしてダウンロードされますので、なくさないように大切に保存してください。最後のツールバーボタンは、設定です。ここは、エディターをより使いやすくするための場所です。もし Python エディターを初めて開いた時に英語で表示されていたら、ここで日本語に変更することができます。歯車マークの設定ボタンを押して、ランゲージを選んでください。そして、リストの中から、日本語をクリックしてウィンドウを閉じれば、エディターが日本語表示になるはずです。これで、より快適にプログラミングできますね。それでは、いよいよ Python エディターを実際に動かしながら、使い方を説明してまいります。画面の真ん中にある広い場所が、プログラムエリアです。ここが、皆様が Python のコードを実際に書く場所です。エディターを開くと、最初から少しだけ文字が書いてあります。一番上の行にある from microbit import asterisk というコードは、マイクロビットの機能を使用するために、非常に大切な記述です。これは絶対に消さないように注意してください。ここから、皆様のアイデアを形にするコードを書いていきます。プログラムエリアの下には、3つの重要なボタンが並んでいます。左から順番に説明いたします。マイクロビットに送るボタンは、皆様がプログラムエリアに書いたコードを、マイクロビット本体に転送するためのボタンです。このボタンを押すと、皆様のプログラムがマイクロビットの中で動き出します。保存ボタンは、今エディターに表示されているプログラムを、パソコンにファイルとして保存するためのボタンです。せっかく作成したプログラムですので、忘れずに保存しておきましょう。そして、開くボタンは、パソコンに保存しておいたプログラムを、もう一度エディターで開くときに使用するボタンです。画面の右側にあるのは、シミュレーターです。これは、マイクロビットが手元になくても、作成したプログラムがどのように動くかをお試しできる、大変便利な機能です。画面にマイクロビットの絵が表示され、プログラム通りに LED が光ったり、文字が表示されたりする様子を見ることができます。シミュレーターに表示されている A ボタンや B ボタンをクリックすると、実際にボタンを押した時のマイクロビットの動きをシミュレーションすることもできます。まずはここでプログラムの動きを確認してから、実機のマイクロビットに送ると良い練習になります。シミュレーターの下の方には、センサーの値を自分で変更して、プログラムの動きをテストできる場所があります。例えば、プログラムが明るさセンサーの値で動きを変える場合、ここで明るさのレベルを自分で調整して、マイクロビットの絵がどのように反応するかを見ることができます。これは、プログラムが様々な状況で正しく動くかを確認したいときに便利です。各センサーの右側にある小さな矢印を押すと、さらに細かい設定も可能です。シミュレーターのさらに下には、シリアルを表示というエリアがあります。ここは、皆様が書いたプログラムに間違い、つまり、エラーがあったときに、そのエラーの内容を教えてくれる場所です。プログラムが思った通りに動かないときは、ここを見ると何が間違っているのかヒントが見つかることがあります。それから、プログラムの中にプリントという命令を使用すると、文字や数字をこのシリアル表示エリアに表示させることができます。これは、プログラムが正しく計算できているかなど、途中の値を確認したいときに大変役立ちます。それでは、アドレスバーにこの URL を入れて、Python エディターの使用方法を見ていきましょう。次に、こちらの Python エディターのボタンをクリックします。
すると、このような画面が表示されます。これが Python プログラムを編集する Python エディターです。真ん中のエリアがプログラムエリアです。ここでプログラムを書いていきます。それでは左側のサイドバーより説明をしていきます。最初はリファレンスです。これは、具体的な使用方法を機能別にまとめたものです。アイディアは、具体的なサンプルプログラムを表示することができます。また開くボタンを押すとこのサンプルプログラムを表示して実行することができます。こちらは API。高度なプログラムを作るときに使用します。例えば、ログはマイクロビット V2 のログデータを記録する機能や、マスは数学関数を使うことができる。コードなどが紹介されています。そしてプロジェクトでは、プログラム名を付け、保存することができます。そして、こちらの保存ボタンでプログラムをダウンロードします。ダウンロードされたファイルを開くには、こちらの開くボタンをクリックして選択します。こちらがプロジェクトをリセットボタンです。このボタンを押すことによって、プログラムエリアをエディターの初期状態に戻します。プログラムを作る場合は、2行目の from microbit import は必ず残してください。そして、このボタンが設定ボタンとなります。言語を選ぶと、このような画面の表示言語を選択することができます。イングリッシュになっていれば、日本語を選択してください。設定ボタンの下がヘルプボタンとなります。こちらの矢印は、画面を閉じたり、展開表示するボタンです。こちらがプログラムエリアです。ここにプログラムを書いていきます。そして、こちらがマイクロビットにプログラムを転送するためのボタンです。このボタンを押す前に PC とマイクロビットを USB ケーブルで接続します。するとこのような画面が表示され、マイクロビットのファイルが表示されます。次に、マイクロビットに送るボタンをクリックすると接続ウィザードが表示されますので、指示に従い入力していきます。すると、プログラムがマイクロビットに転送されます。プログラムを作成するときのリファレンスの使用方法を補足します。例えばディスプレイのイメージの項目で、イメージを選択すると、プログラム例が下に表示されます。このプログラム例をプログラムエリアにドラッグ&ドロップすると、このコードの貼り付けを行うことができます。こちらがシミュレーターです。このシミュレーターでプログラムを PC 上で模擬的に実行することができます。シミュレーター上では、A ボタン、B ボタンなどを直接押すことができます。またシミュレーターの下部では、各センサーの値をここで入力することができます。例えば、温度センサーの値をこちらのスライドバーを使用して調整することが可能です。真ん中の黒いバーは、シリアルモニターでコンソールとも呼ばれます。プログラムでエラーが起こった場合、ここにメッセージが表示されます。その他の用途として、プリント文を使用すると、結果をこの画面に表示します。例えば、プリント文の中にプロスタートと書いて実行してみましょう。このように、プリント文の出力は、シリアルモニターに表示されます。さあ、いよいよマイクロビットと Python エディターを使用して、簡単なプログラム作成に挑戦してみましょう。今回の目標はこちらです。マイクロビットの A ボタンを押したら、画面に表示される数字が1ずつ増える。B ボタンを押したら、数字が1ずつ減る。そして、その時の数字をマイクロビットの LED 画面に常に表示させておく、というプログラムです。
ゲームのスコアのようなものですね。これを目標に、一緒にコードを書いてみましょう。それでは、プログラムを作っていきましょう。A ボタンを押したらカウントアップ、B ボタンでカウントダウンするプログラムです。まず、プロジェクトボタンを押して名前を付けます。鉛筆のマークを押して、プロジェクト名として、カウントアップとして、確認を押します。初期画面では、このようなひな形が表示されています。この部分は必要でないので削除します。こちらに A ボタンが押された時のコードを書いていきます。リファレンスよりボタンを選択しコードを参照します。こちらのコードをドラッグ&ドロップします。4行目にディスプレイに表示する数値 n の初期値として、n=0として記述します。次に、8行目で A ボタンを押された場合の処理として、n を1つ増やす記述として、n=n プラス1を書きます。そしてディスプレイスクロールの括弧内に n を入れます。この状態で実行してみましょう。A ボタンを押すごとに数値が1つずつ増えていくことがわかります。それでは E ボタンを押した時にカウントダウンするプログラムを追加していきましょう。こちらのコードを選択し、コントロール C でコピーし、コントロール V で下に貼り付けます。そして、A の部分を B に書き換えます。B ボタンが押されるとカウントダウンさせますので、n-1 と書き換えます。それでは、プログラムを実行してみましょう。A ボタンを押すと1、2のようにカウントアップしていきます。B ボタンを押すと、逆にカウントダウンしていくことが確認できます。これでプログラムが完成しました。次はマイクロビットにプログラムを転送して実行してみてください。これが先ほど作成したカウントアップダウンプログラムのコードです。一つずつ見ていきましょう。一番上の from マイクロビットインポートアスタリスクは、マイクロビットの機能を使用するために必要なおまじないのようなものだとご説明しました。その下の n=0は、数字を数えるための箱、変数と呼びますが、その箱に最初に0を入れておくという意味です。while true は、この中の処理をずっと繰り返してくださいという命令です。ゲームのループ処理のようなものですね。if ボタン_A was pressed は、もし A ボタンが押されたら、という条件です。もし押されたら、次の行の n=n プラス1で、変数 n の中身を1増やし、ディスプレイ.scroll でその増えた数字を画面にスクロール表示します。同様に、if ボタン_B was pressed は、もし B ボタンが押されたら、という条件で、押されたら n=n-1 で n を1減らし、画面に表示します。この繰り返しで、ボタンを押すたびに数字が増減し、画面に表示され続けます。本日の動画では、マイクロビットで Python プログラミングを行うための Python エディターの基本的な使い方を学びました。画面の各部分の役割リファレンスやアイデアといった便利な機能、そして簡単なプログラムの作り方とマイクロビットへの転送方法を体験いたしました。これで皆様もマイクロビットと Python を使ったプログラミングの最初の扉を開いたことになります。これからは本日の学びを生かして様々なプログラムに挑戦してみてください。皆様だけの面白いプログラムをたくさん作成してマイクロビットを思い通りに動かしてみましょう。本日の動画が皆様のプログラミング学習のスタートにお役に立てれば幸いです。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。